大腸カメラ検査についてご説明します。大腸カメラとは、検査前日の準備、検査の当日について、検査後の注意点の順にご説明します。大腸カメラとは、お尻からカメラを入れて、大腸の中を直接観察します。大腸にできる病気、ポリープ、がん、炎症などを見つけて、適切な治療を考えるために行う検査です。大腸カメラの合併症について説明します。出血、大腸に穴が開いてしまう。使用した薬でアレルギー反応が出る。血圧低下、脈拍異常など合併症が起こる確率はとても低いですが、万が一起きた場合には適切な治療を行います。費用に関しましては原則保険診療です。大腸カメラの検査、前日の準備についてご説明します。薬について説明します。お薬手帳をお持ちの方はご準備をしてお待ちください。検査を受けるにあたり、お休みをしなければならない薬がございます。後ほど看護師より、いつも服用しているお薬を確認させていただきます。お食事と下剤についてご説明します。検査食と下剤をお渡しします。お渡ししたお食事以外は召し上がらないでください。検査前日のスケジュールに関しまして、お渡しした検査食に朝食用、昼食用、夕食用と書いてあります。まとめて食べずに朝、昼、夕、それぞれの時間帯でお召し上がりください。ご飯を食べ終えた後は水分をしっかりとりましょう。夜は2種類の下剤を飲みます。必ず検査の前日に自宅で服用してください。19時に飲む粉末タイプの下剤の説明をします。19時になったら、粉末タイプの下剤と付属の紙コップを用意してください。付属の紙コップに 150ml 以上の水を入れて、その中に下剤を入れて溶かして使用します。この時、下剤をしっかりかき混ぜてください。粉末タイプの下剤を服用すると、大腸の水分量が増量し、排便を出しやすくします。腎障害のある方は、医師の指示にて使用できない場合がございます。次に、20時に飲む錠剤タイプの下剤について説明します。20時になりましたら、錠剤タイプの下剤を準備します。200ml 以上の水で内服してください。錠剤タイプの下剤を服用すると、大腸を刺激して、腸の動きを促進させて排便を促します。大腸カメラの検査、当日についてご説明します。病院へ来院していただくためのご説明をします。鎮静剤を使った後は、眠気やふらつきが残る場合がございます。当日は公共交通機関や徒歩、家族の送迎でご来院ください。メガネや入れ歯を外して検査します。ケースを必ずご持参ください。検査、当日の薬について説明します。指示された薬を朝7時までに内服してください。コップ1杯以上のお水で飲みましょう。検査、当日のスケジュールをご説明します。9時15分に受付をして2階カメラ室へお越しください。この時、朝食は食べないでご来院ください。2時間ほどかけて2リットルの下剤内服を開始します。便がきれいになったら大腸カメラ検査を開始します。また、便がきれいにならない場合は追加の処置となります。大腸カメラ終了です。1時間から2時間ほど院内で休んでいただきます。体調に問題がなければご帰宅していただきます。ご自宅で安静にお過ごしください。検査は1日かけて行われます。他にご予定を入れず、時間に余裕を持ってご来院ください。検査室に入りましたら、横向きになって寝てください。鎮静剤が投与されます。当院では、点滴投与による鎮静剤を使用しています。眠ったような状態になるため、苦痛を軽減し、安楽に検査を受けられます。検査の所要時間は、約10分から15分で終了します。体の力を抜いて楽に呼吸しましょう。検査中に粘膜の一部を採取し、
顕微鏡の検査に出す場合がございます。その際に痛みはございませんのでご安心ください。検査後の注意点を説明します。鎮静剤から覚めるまで1時間以上はお休みいただきます。目が覚めてから歩行を確認し、ふらつきがなければ点滴を抜きます。ご帰宅前に検査後の食事や生活上の注意点をご説明します。検査後のお食事に関しましては、検査後1時間は飲食できません。組織を取った方は、検査後の2時間は飲食できません。検査直後の食事は、消化の良いものをお召し上がりください。鎮静剤の副作用に関しましてご説明します。数日間、頭痛や倦怠感、吐き気などが残る場合がございます。検査後はなるべく予定を入れずに、自宅で安静にお過ごしください。症状が辛い時には病院へご連絡ください。結果説明に関しましては、後日ご予約された日にご説明させていただきます。80歳以下の方、血液をサラサラにする薬の内服をしていない方、上記2つに該当する方は、このまま説明にお進みください。日帰りで行うポリープ切除についてご説明します。当院では、80歳以下で血液をサラサラにする薬の内服がない方を対象に、日帰りでできるポリープの切除を行っています。検査施行医が安全に切除可能と判断した場合は、ポリープを切除します。ポリープ切除後の1週間の禁止事項をご説明します。遠方へのお出かけはお控えください。お酒は飲まないでください。湯船には浸からないでください。肉体労働は出血がしやすくなるのでしないでください。3日間は消化が良い食事をとり、刺激物があるものは食べないでください。検査についてのご説明は以上となります。この後看護師より直接ご説明がございますので、しばらくお待ちください。